カディラックの後ろじゃ、鈴鹿で胸張れねえ。鈴鹿でございます。ホンダの庭でございます。ところが、FP3 のタイムシートを見ますと、居場所がなくなる。師匠、上の方はいつも通りですね。そうだ。アントネリー、ラッセル、ベクレク、メルセデスとフェラーリだ。まあ、見慣れた顔だ。で、アウディもなかなか頑張ってる。また、レッドブルのフェルスタッペンが Q3 に進出できない波乱もあった。しかし、問題はもっと下だ。カディラックが19位、20位。その後ろに、アストン・マーティン・ホンダが21位、22位。とうとう完全にビリが指定席だ。それは厳しいですね。厳しい。ホンダの聖地でカディラックの後ろ、いや2台揃ってビリじゃ胸張れねえ。しかもコメントだけは大抵データが取れました。有意義でした。だ。客は鈴鹿まで研究報告を聞きに来たんじゃねえ。でも PU の問題が大きいんでしょう。それは本当だ。振動もある。バッテリーも苦しい。エネルギーマネージメントも足りねえ。だがな、ここまで来ると、それだけじゃ済まねえ。カディラックより後ろってのは、もう PU 変えたらなんとかなるかもって、慰めの段階を過ぎてる。車ごと遅い。チーム体制も含めて未完成だ。じゃあ、ホンダだけ攻めるのも違うんですね。違う。だが、鈴鹿はホンダの庭だ。ホンダミュージアムまであるんだから、誰より目立つ。じゃあ何を期待すればいいんです。簡単だ。奇跡じゃねえ。優勝でもねえ。まずビリッケツをやめることだ。そして、ちゃんと完走して、少しは走ってるって姿を見せることだ。それがファンサービスってもんですね。鈴鹿で最後尾2台じゃ、ホンダのファンの心はビリビリに裂かれちまうってこった。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。今回の予選でまず確認すべきは、アストン・マーティン・ホンダがアロンソ21位、ストロル22位で Q1 敗退し、カディラックの後ろに沈んだという事実です。オートスポーツウェブのレポートでは、アロンソはトップから 2.731 秒遅れ、Q2 進出ラインから 1.715 秒遅れ、ストロルはトップから 3.005 秒遅れ、Q2 進出ラインから 1.989 秒遅れとされており、これはかなり大きな差です。単に惜しく届かなかったではなく、パフォーマンスの層そのものが違う印象です。次に重要なのは、これをホンダの PU だけの問題にするかどうかです。PU 側には、振動、バッテリー、エネルギーマネージメントの問題があります。HRC の折原氏も前日までにバッテリー信頼性やドライバーが感じる振動の低減に向けたデータ取りを進めている一方で、ペースは望むレベルにないと認めていました。つまり PU が苦しいのは事実です。ただしここまで差が大きいと PU を他社製に変えればなんとかなるという慰めでは済まなくなります。アストン・マーティンは年初にシルバーストーンと HRC さくらの強い連携をアピールしていましたが、現実のタイムシートはその理想に届いていません。複数報道では、車体側の開発遅れや全体の未成熟さも指摘されており、現状は PU だけでなく、車全体、そしてプロジェクト全体が未完成と見る方が自然です。そして鈴鹿はホンダの庭です。ホンダミュージアムには、かつての黄金期を象徴する F1 マシンが並ぶ。HRC の F1 拠点は桜にある。しかも今、サーキットには桜も咲いている。そんな舞台で予選21位、22位。これはファンの感覚では、桜が咲く前に本戦前でもう散ったに近い絵です。桜散ると言葉遊びはできても、実際にはかなり悲しい状況です。要点まとめ、
今回のポイントは3つです。第1に、予選でアストンマーティン・ホンダは21位、22位、カディラックより後ろの最後列だった。第2に、PU の振動信頼性問題はあるが、ここまで来ると、シャシーや開発遅れを含む車全体の問題と見るべき。第3に、鈴鹿がホンダの庭であり、HRC さくらという文脈もある以上、この結果はファン心理としてかなり重い。つまり桜が咲く鈴鹿でも、ホンダの春はまだ来ていない。本戦前にもう散ったように見えるほど、今のアストン・マーティン・ホンダの現実は厳しい、という話です。出展ロイターズ、アントネリオン・ポール・イン・ジャパン、アフター・マセーデス・フロントロー・ロックアウト、ホンダのアストン・マーティン・ローンチ・マテリアルズ、HRC さくらコラボレーションレファレンス、ホンダレーシング、ホンダストーリーズ、HRC さくらセンダー、ホンダ F1PU デベロップメントセンター in さくら。高評価、チャンネル登録、LINE での拡散お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。